トヨタのアクアと日産ノートの比較です。対別すれば、似ているとも言えるものの、比べるのが好きだったら結構違う、そうした差を感じていますので、思いつくまま比較を進めていきます。比較その1、全体的なキャラクターは結構似ています。アクアもノートも快適性が高くて燃費の良いハイブリッド車、そして穏やかなゆったり感という部分でキャラクターが似ています。特別車好きとかでなければ、トヨタか日産かというか、好みとかね、ディーラーとの関係で選んでも間違いないかなと、そんな感じです。その上で、より燃費を求めたいとか、質感にこだわりたいとか、滑らかな運転のしやすさとか、こんな部分をより重視したいとか、そうして少しずつ見ていくと、やっぱり違いはあります。細かく見れば、特定の場面ではアクアが優れるも、全体的には弱点を感じないノート。ただ、ここには価格の差もあります。比較している2台は、トヨタアクア210万円と日産ノート225万円です。スターティングプライスで見てもノートの方が高いのですが、装備加味するともう少し差が広がります。アクア X は LED ヘッドライト、ACC 全走者追従型クルーズコントロール、ディスプレイオーディオついてナビ機能を追加するとプラス 6.6 万円。また本革ステアリングを望むと上位グレードということになって223万円です。なので220から230万円くらいで過不足ない装備が手に入ります。で、ノートはね、これらがオプションです。例えば225万円に LED ヘッドライトとナビだけつけて245万円くらい。ACC と本革ステアリングは別途です。代わりにアクアにない装備としては、ブレーキホールドと自動サイドブレーキが備わります。走れば優れるノートですが、価格は少し高いです。なので価格差と質感差、もしくは装備差を天秤にかけてという部分が比較のポイントになるかと思います。動画のノートは2023年式のグレード S なのですが、このグレード、販売状況はね、ディーラーによってらしいです。主力の X との違いは、シート表地の模様とシフトパネルの加色が挙げられます。比較その2、内装のイメージが異なります。では、わかりやすい内装、フロントシート周辺からいきます。インパネは新しさを感じるのはノートです。バイザーレスのデジタルメーターやダイナミックなセンターコンソール、そして助手席前の造形。このあたり、もうどなたでもね、そう感じられると思いますから、どうせ買うなら新しさが欲しいとなればノートでしょう。アクアは普通っぽい中に立派感があって、もう全然素敵なのですが、ノートと比較しちゃうと、ちょっとコンサバなのでね、どちらかといえば変わらぬ利便性を求める方向けなのかなと。必ずしも変化が良いってわけじゃないですよね。メーターはどちらも液晶部が大きくて華やかです。ドライブ情報など多くを表示してくれるのはノート。アクアはエネルギーモニターや燃費情報などナビモニターの方に表示できます。シフトセレクターはそれぞれトヨタ式と日産式。2代目アクアのシフトセレクターはプリウスで続いてきたのと同タイプなのですが、動かすと手応えがあってずっしりしています。これね、安心感あります。で、ノートはサイドボタンを押して前方でバック、後方に引いて前進と明確なのが分かりやすくていいです。エアコン操作部は立派という印象を受けるのがアクア。ノートは送風口の形状から力強いもしくは大きな車感を感じます。そしてフロントのシート。アクアは廉価グレードですといわゆるモノフォルムタイプ。ヘッドレストが一体化されていて見た目はちょっと安っぽいです。また表地の滑りが良いので、乗り降りは楽なのですが、体のサポート性能で見れば今一つ。で、これ226万円のグレードを選ぶか、オプションで通常タイプが用意されています。あと、助手席のスペース。アクアもノートもシートを後ろまで下げると同じくらいのスペースがありました。身長172センチの自分で、ちょうど良いスペースというか、足裏を前にね、ぴったりつけて座る感じです。比較その3、リアシートのスペースが異なります。まず、リアシートのスペース。どちらもコンパクトカーとしては標準的なスペースと言わせてください。フィットが存在しなければどちらも広いとなりますが、でもやっぱりね、フィットの存在って大きくて、それに続く形の2台ですので、標準的と言わせていただきます。
でね、自分くらいでしたら、狭いと言ったら贅沢っていう感じで、でも身長182センチの別スタッフが座ると、さすがにちょっと厳しかったです。あとは感覚的な圧迫感の違い。それからですね、このリアのドアの形状。アクアですとね、ちょっと小柄な方が乗られると閉塞感を感じるような、ガラスの形をしています。でそれと比較するとね、もうこれノートの魅力でしょうかね。開放感があります。アクアはね、もうこんな感じですからね。でもし斜め後ろを目視する必要がある時でも、この方がね、安心感はあります。比較その4、乗り心地が異なります。どっちも乗り心地は良くて柔らかい足回りです。柔らかいのでガツンとくる一発目のショックは相当に抑えられていますし、加えて小さなコツコツもマイルドに伝わってきます。その上でより柔らかくしっとりと感じられるのがアクア。前も後ろも、フロントサスもリアサスも前シートも後ろシートも同じように柔らかく感じられて、それでいて動き方がゆっくりなのが現代的。なんだかんだでトヨタ車に求められているのはこれなんじゃないかってね、思ったりもします。快感ペダルモードです。で、ノートも今回試乗した2023年式ですと、動き始めは相当に柔らかくて、衝撃はマイルドに変換されて伝わってきます。で、違いはね、動き方。ノート小さくは柔らかくて、大きくなると動きが減って、速度が上がるとアクアよりブワンとね、しにくい感覚です。で、ソーダフィール含めて比較してより低速で良さを感じるアクア。速度を上げて落ち着きが感じられるノート。ただちょっと、そのノートはフロアにブルブル感を感じた時があるのと、前に乗った2021年式ですと少しね、ゴツゴツが目立った記憶があります。比較その後、静粛性が異なります。静粛性は全体的にノートに良さを感じます。車両価格の差を考えた時に、この静粛性の差が大きいかと思います。それで言うとね、そのオーラ選ぶと、さらに2段ぐらいレベルアップするので価格差が出やすいポイントかなと。アクアは停止中とか低速時にエンジンが始動すると、ぐわっと豪快にエンジンノイズが響きます。純ガソリン車のアイドリングより高い回転数で回りますので、そこがね、豪快です。あと合わせて振動も元気いっぱいです。で、ノートもね、音の質的には3気筒エンジンの音というのは事実なのですが、アクアと比較すれば耳障りではない音質音量にまとめられています。で、振動もね、気になりにくいです。またどちらも停止中とかごく低速走行中にエンジンが回らないような制御を感じます。本当かどうかはね、分かりませんけれども、乗った感じでね、そんな感じでしたので、これ本当でしたら嬉しいポイントです。比較その6、加速感が異なります。ガソリンエンジンの CVT 車っぽいアクアと電気自動車っぽいノート。誤解恐れずに言えばこんな印象です。アクアは比較すればじわっと加速を始めて、その後の伸びが感じられます。ぐわーんと加速を始めるところは、たとえ免許取り立てのお姉様が乗ったとしても、もしくは雑にペダルを踏んだとしても、同乗者の安心感は高いと思われます。で、ノートは通常走行中は反応が敏感という特徴もしくは長所。そしてアクセル踏めば踏んだ瞬間にブワッと電気が流れて力強い加速を始めます。黙りますね。その際、リアサスをクッと沈める姿勢で瞬発力を感じられ、でもギクシャクする加速ではなく、滑らかに調教されているのが e パワーの特徴です。で、そのよくあるちょっと踏んでちょっと戻して、合流とかそういう状況で強いのはノートだと思います。そしたらトヨタ式ハイブリッドは良くないかといえば、もう全然そんなことはないです。燃費より優れていますし、例えばエンジン音とドライバビリティの関係で言うと、運転しやすいのはアクアかもしれません。音と加速感で比例していると感じられる部分がね、多いです。あと、やっぱりシステム的な凄さ。エンジンとモーターの出力をミックスさせて、割合を変えながら最高効率を狙う。さらに2代目アクアでは、電気だけで走れる時間もかなり長くてね、バッテリーによる走行目標 70% 以上くらいにモーターで走れます。ここで言うと、ノートはエンジンは発電用、
モーターは駆動用ということでね、明確に機能が分かれています。比較その7、減速感が異なります。ブレーキペダルでの減速もアクセルオフでの減速もどちらも結構大きな差を感じます。できる限り滑らかな運転を求めるならノート、これははっきりしています。まずブレーキペダルでの減速で言うと、ほんのわずかにブレーキを当てるという操作や停止直前の抜く操作、ここに差があります。ノートの方がやりやすくてアクアは難しい。アクアも以前のトヨタハイブリッドからね見れば扱いやすく進化しましたが、フロントサスペンションが伸びやすいとかね、乗り心地が重視されているとかいうこともあって、またちょっとね気難しさがあります。続いてアクセルオフでの減速時、アクアは快感ペダル、ノートは E ペダルとどちらもワンペダルドライブを搭載しています。そしてどちらもドライブモードに連動してオンオフされるのですが、条件が異なります。アクアはスポーツモードでワンペダルモードで、ノーマルとエコは通常。ノートはエコとスポーツでワンペダルモード、ノーマルは通常です。察するにアクアは山道でメリハリのある走行のためのワンペダルで、通常走行時はブレーキペダル操作でも改正を行いますから、必要な時に使ってねという感じです。そしてノートはね、逆です。システムスタートした時の基準がエコでワンペダルもオンです。つまり基本がアクセルペダルのオフでの減速、エネルギー改正となって常用を前提にしていると思われます。そしてシフトセレクターの B レンジ、B レンジにするとエンジンがかかります。アクアはシステムの長所を生かしてというか、エンジン始動をしてエンジンブレーキを上乗せさせる挙動を見せます。ただ時速60キロぐらいでの下り坂ですと明確にはその減速力ね乗ってきません。 D にします。エンジン止まりました。速度や下り勾配が変わればメリット得られるかもっていう感じです。そしてノートの B レンジはノーマルモードで走行中、つまりワンペダルでないモードで走行中に瞬間的に減速力を高めたいとか回生力を増したいとか、そうした時に使えると思います。 B レンジでの最大減速力は 0.18G とのことなので結構な減速力です。比較その8、ハンドリングが異なります。アクアは相当にマイルドでゆったり気難しいところがないハンドリング、そしてしっとりとしたハンドル回し心地が魅力です。ゆったりというとね聞こえ悪いかもしれませんが、楽に乗るにはとても良いです。多少雑に操作しても車はゆったり動きますので気難しさがありません。そして丁寧に運転しなきゃっていうね方からしても面倒くささから解放されますし、ドライバーによる差も出にくい、同乗者だって快適となりやすいです。そして逆に手応えなどを望むとね物足りないなっていうのはねあると思います。でノートもそのゆったりした反応という部分では近い部分があるのですが、もう少しこだわりを感じられるハンドリングです。初期が動きやすいサスペンションのフラフラを抑えるかのように少し重めのハンドル回し心地、そしてアクセル抜いてハンドル切るとスーッと曲がり始めてコーナー中心を過ぎればスーッと直進に戻ります。乗り心地やハンドル応答性、そしてドライバーが受ける印象とかね車の挙動を含めてどっちもね異なる良さを感じるんですけれども、車好きに訴えかけてくるのはノートかなと。アクアの方が短距離短時間でね快適でっていうところでしょうかね。でね長所短所って言い方をしていますと、アクアの方はアクアの長所は、しっとりしていてねスコーンとした動きの少ないサスペンション、乗り心地ね柔らかいんですけれども雑味がないです。でねあと同じように、ハンドルの方、アクアのハンドルねやっぱり見方によってはもっさりとかだるいって感じられるかもしれないんですけれども、しっとりしていてねやっぱりスコーンって抜けちゃうところがなくて全域でしっとりしたようなね回し心地聞き心地なので、この辺ね雑味がないって感じられます。でノートの方はと言いますと、ノートの長所はねバランスの良さ、何か特筆してるというよりはね苦手が少ない、全体的にレベル高いっていうのがこのノートの魅力でしょうかね、長所でしょうかね。そ
そしたら最後に燃費。自分たちが走った限りですとアクアの方が少し良かったという感想です。正確に言うと燃費25から30キロの領域で1割くらいの差、かもうちょっとぐらいのイメージでした。でそれ以上で走れる場所、それ以上に燃費が出る場所でもしくはそう走ろうとするとアクアの方がね伸ばしやすかったです。何も考えなくても燃費良かったアクアと燃費重視で神経使って走って同じくらいだったというノートとも言えます。であれです、燃費25キロ以下の場合ですと、交通状況とかの方がね左右その差が大きくなるのかなって思いました。でもねやっぱりガソリン代気にしなくて良いくらいのね2台ですからね、やっぱり燃費半端ないです。ということでアクアとノート比較してきてみましたが、車両価格と標準装備の差がやっぱり大きいでしょうか。このクラスですと、1クラスで30万円の差と言われますから、するとね1クラスに近いぐらいの差というかね悩ましい差です。ご参考までにカローラスポーツのハイブリッドが246万円のスタートですから、そうですねノート実質的にはこっちの方がね価格近いとも言えます。それでねまとめますと、安くて燃費と乗り心地に優れるアクアで、高くはなるけど弱点感じない優等生のノートという印象でした。それぞれ多くの動画アップしていますし、燃費の動画もアップしています。そちらもねぜひよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録やいいねボタンで応援いただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。